いわゆる平成の大合併で日本中の市町村がどんどん一つになっていきましたよね。そんな中、合併を選ばずに同じ昭和村という名前を持ちながら全く違う方法で生き残りを図った2つの村があるんです。片や経済、片や文化。この対照的な2つの村が選んだ道、その物語をじっくりと見ていきましょう。今回掘り下げていくのは、単に2つの村の成功物語ってだけじゃないんですよね。一方は産業を、もう一方は文化を自分たちの進むべき道の羅針盤にした。この選択の違いが、これからの日本の地方がどう未来を切り開いていくのか、そのための大きなヒント、2つの答えを示してくれてるんです。それが今回の話の核心になります。さて、この2つの村の具体的な話に入る前にですね、両方の村が立っていた共通の土台、つまり彼らが直面していた同じ課題から見ていきたいと思います。これ、日本の多くの地方にとってもう避けては通れない厳しい現実の話です。そうなんです。その課題っていうのが人口減少と高齢化というもう抗うのが難しいほどの大きな波です。この国全体が直面している問題に対して2つの昭和村は全く違うやり方で立ち向かうことを決めた。じゃあなぜ彼らの戦略はここまで正反対のものになったんでしょうか。その核心に迫っていきます。まずは一つ目のケース、群馬県の昭和村です。彼らが選んだのは自分たちが持つ地理的な強みと農業の力をこれでもかというくらい最大限に生かす道でした。群馬の昭和村が持っていた最大の武器、それは何といってもこの圧倒的な立地条件です。すぐそこに世界最大級のマーケットである東京が広がっている。そしてその巨大な胃袋を満たすための広くて肥沃な農地も持っている。彼らはこのいわば天から与えられたアドバンテージを徹底的に、しかもものすごく戦略的に使いこなしたということなんです。この数字がその戦略を象徴してますよね。40%。村の面積の実に4割が農地なんです。これ、村がいかに農業で食べていくということに特化して、それを地域経営のど真ん中に置いているか、はっきりと物語っています。で、彼らの農業経営のつかみさがこの表によく現れています。まず、こんにゃく芋。これ、ただの日本一じゃないんです。特定の土壌がないと作れないので、他の地域がそう簡単には真似できない強力な参入障壁になってるんですね。これが安定した収益の土台です。さらに、レタスやほうれん草といったいろんな種類の野菜も作っている。これってただ品揃えをフレしてるんじゃなくて、市場の値段の変動とか天候不順みたいな農業のリスクをうまく分散させるものすごく賢いポートフォリオ戦略なんですよね。だからこそ1年を通して安定した雇用と収入が生まれるわけです。そして群馬モデルの本当の凄さはここからなんです。農業という強力なエンジンで稼いだお金をただみんなで分けて終わりにはしない。その富を村の未来をデザインするための次の戦略的な投資へとつなげていくんです。その具体的な仕組みがこの企業版ふるさと納税をうまく使った4つの柱の戦略です。まずは産業と雇用で経済の根っこをさらに太くする。次に人の流れで村に関心を持ってくれた人を実際に住んでくれる人へと導く。そして次世代育成で未来への種まきをして、最後にインフラ整備で誰もが住みやすい環境を作る。つまり稼ぐ力で生活の質を上げて、その高い生活の質がまた人を呼ぶっていう見事なプラスのサイクルを設計してるわけですね。さて、ここからは打って変わって全く正反対のアプローチを取った福島県の昭和村を見てみましょう。豪雪地帯の本当に奥深くにあるこの村が守り抜こうとしたもの。それは経済効率とは全く別の価値観でした。600年。これがこの村が持つ宝、からむし織りという文化が受け継がれてきた時間です。福島県の昭和村は、この圧倒的な歴史の重みを村が存続するためのまさに生命線にしたんです。カラムシっていうのはイラクサ科の植物なんですけど、この繊維から作られる糸がユネスコの無形文化遺産にもなっている越後上条布みたいな日本の最高級織物の原料になるんです。つまり、この小さな村の伝統が日本の織物文化の頂点を文字通り支えている。
もしここが途絶えたら、日本の文化のてっぺんにぽっかり穴が開いてしまう。それくらいのインパクトがある話なんです。このスライドを見ると、カラムシ織りがいかに自然のサイクルと一体化しているかがよくわかりますよね。春に畑を耕し、夏の一番暑い時期に収穫して、爪だけを頼りに行うお引きというものすごく過酷な皮むき作業をする。秋には自然の草木で糸を染め、そして農作業ができない冬、雪に閉ざされた静かな時間の中で木を織る。これはもう単なる生産工程じゃない、村の人たちの暮らしそのもの、一年間のリズムそのものなんです。つまりどういうことかというと、この技術が失われるっていうのは、ただ一つの製品がなくなるって話じゃないんです。村のアイデンティティ、村に流れる時間の感覚、それそのものが失われてしまうっていう、もっとずっと大きな意味を持っているんですね。この文化が途絶えかねないという危機に対して、村が打ち出したのが、この織姫彦星制度です。これ、ちょっとした体験ツアーとは全く次元が違うんです。約11ヶ月間、村にどっぷり浸かって、春の畑仕事から雪に閉ざされる厳しい冬の木織りまで、すべての工程を体で覚えていく。重要なのは、厳しい冬も含めた村のありのままの四季を全部体験させること。これによって、移住後の理想と現実のギャップをなくして、本気で文化を継承したい人を育てるっていう、非常に考え抜いた戦略なんです。さあ、ここまで2つの村のモデルをそれぞれ見てきましたが、ここからは両者を直接並べて、その違いをよりくっきりとさせていきましょう。両方の村の根っこにある哲学はまさにこのスライドが示す通りです。群馬が目指すのは利便性の追求、暮らしやすさの最大化することで人を引きつけようとする。一方、福島が提示するのは精神的な豊かさの追求。ある程度の不便さは受け入れてでも、ここでしか得られない唯一無二の価値を強みにしているわけです。そしてまさに今回の話の集大成とも言えるのがこの比較表です。すべてがここに詰まっています。中核となる資産は生産力対文化。地理的な条件は都市に近い対遠く離れた山の中。ターゲットにしている人々も経済的な安定を求める家族対文化的な意味や自己実現を求める人。外部との関わり方も群馬は企業からお金を、福島は個人から時間を投資してもらう。本質を言うと、群馬はインフラ主導の成長モデル、そして福島はコンテンツ主導のコミュニティ形成モデルと言えるでしょう。では最後に、この全く対照的な2つの成功事例から、これからの地方創生に僕たちが活かせる教訓とは一体何なのか、それを考えてみたいと思います。群馬のケースが教えてくれるのは、稼ぐ力が結局は生活の質を高めて自立した発展の土台になるんだということ。福島の物語が示しているのは、経済的な物差しでは測れない文化の力こそが人を引きつける強力な磁石になり得るということです。でも、この全く違う2つのモデルから浮かび上がってくる一番大事な共通の教訓はこれだと思うんです。どちらの村もどこかの成功事例を真似するよそ者にはならなかった。自分たちの足元にある宝物、自分たちの歴史や風土に誇りを持って、それを徹底的に磨き上げたこと。それこそが成功への唯一の共通点なんです。最後に、この問いを皆さんと一緒に考えて、今回の話を終わりたいと思います。コミュニティがこれから栄えていくために、優先すべきは便利な暮らしを作ることなのか、それとも他にない唯一無二の魂を守り抜くことなのか。答えは一つじゃないし、地域によって全く違うはずです。でも、あなたが今住んでいる町や故郷の未来を考えるとき、この2つの昭和村が歩んできた道は、きっとその行く先を照らす力強い光になるはずです。